どういう狙いがあってこれを作られたのかっていうのを聞いてもいいでしょうか。そのあたりは社長に聞いていただければ。社長では我々はこれで失礼します。はい、まさかの山井代表がいらっしゃるということなんですが、まだ時間あるのでというかちゃんと勉強しなきゃということで、本社内にあるミュージアムを見させていただきました。スノーピークの歴史が長いのはもちろん知っていましたが、今年で65周年を迎えるそうです。おめでとうございます。このミュージアム内には現代表の山井徹さんのお父さんにあたる、創業者の山井幸雄さんですね。幸雄さんが当時開発していた山岳系のギアをはじめ過去の代表的なアイテムが並んでいました。こんなのもありましたよ。その中でこのスノーピーク初のテント、今では主流なターププラステントの組み合わせですが、このスタイルを始めたのはスノーピークだそうです。この見た目で35年前のテントっていうのは驚きですよね。しかも当時1万円から2万円くらいが相場の中で約16万円という業界びっくり超ハイスペックテントなんですが、これと今回のリゲルプロ何かつながりがありそうです。ちなみにこのミュージアム今あるいろんなキャンプギアの元ネタを見た気分になれるので、スノーピークユーザーじゃなくても楽しめると思いますね。あ、そろそろいらっしゃるようなので戻ります。やべ、緊張してきた。どうもこんにちは。はじめまして。どうもはじめまして。すみません。キムニさんです。よろしくお願いします。すみません、お時間ないとか。ありがとうございます。いつも見てますよ。本当ですか。キャンプアップチャンネル。皆さん聞きました。ちょっとすごく緊張してますね、僕。大丈夫、怖くないから。では改めましてですね、はい、キャンプハックチャンネルに初登場いただきます、スノーピーク代表の山井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどこのリゲルプロの、テントについて開発者の方からお話をいろいろお聞きしたんですけれども、最後の質問でですね、逃げられてしまいまして、そうなんですね。詳しくは山井代表に聞いてくれと。本当に。なんで逃げたんでしょうね。いや、ちょっとそこをお聞きしたいなと思いまして、はい。それでは早速リゲルプロストーブプラスの狙い聞いてみようと思います。ユーザーさんが自己リスクで自分で薪ストーブとかでテントにも自分で穴開けてとかそういう形でやってて、僕らから見ると危ない状態なんで、ちゃんとメーカーのスペックとして純正としてちゃんと安全性とかが担保できるような商品が必要だなというふうに思ってます。なるほど。もう安心して使える冬用のテントっていうことですね。そうですね。なるほど。前回の動画で開発者の方に聞いた際にも安全に関しては本気でこだわっていることが分かりました。ただやっぱり価格についてどうしても気になっちゃったので頑張って聞いてみます。いやちょっとですね、正直言って価格に僕はびっくりしてしまいまして。そうなんですね。別に100万超えのテントを作ろうと思って作ったわけじゃないんですけども、さっきお話したように、冬用のそのソリューションとして機能性とか安全性とかを担保しながら、真面目に作った結果、スノーピーク史上一番高いテントではあるんですけども、結果的にそのお値段になっちゃったということですね。なるほど。これは必要だっていうのを詰め込んでいったらこうなった。そうですね。それは最初の16万円のテントっていうのも同じような感じですか。そうですね。当時ドームテントだと9800円とか19800円とか、そういうプライスのラインのテントが多かったと思うんですけど。当時のそのテクノロジーで最高の素材を選び、でポリエステルでちゃんと形がきっちり出るような自社でスペックを決めて、で結果的にやっぱりこれと同じように16万8000円になって、高いか安いかって言ったら絶対価格としては高いのかもしれないですけど、でも機能としては16万8000円以上の価値があったと思います。そうですよね。で今巷にはスノーピークの製品も含めて、20万とかぐらいのテントはたくさんあるんで、そういう部分では、初めて、日本での、ハイエンドな、キャンプ市場みたいなものをそういったことで作ってきたので。確かに今のハイエンドテントと言われるものは20万円前後で普通に売られてますよね。市場を生み出した意味でも先駆け的な存在だったんだなと思いますが、他にもですね、今のキャンパーは普通に持ってるけど当時では常識外れの商品というのがあったそうです。例えばペグを例にとると、当時そのピンペグとかプラスチックのペグ1本50円ですよ。そうですね。だけど絶対刺さらないじゃないですか。確かにキャンパー的には。そうですね。ソリッドステックが出る前ってもうキャンプ場に折れ曲がったピンペグがいっぱい転がってて、
もう全部ダメになっちゃってるんですね。いろんなキャンプ地面の状態があって、そこでキャンプが成立するためにはあのスペックが必要だから作ったんですけども、結果で400円になった、で8倍高いかもしれないけど、でも50円で使えないものは何の価値もないので、そうですね、はい、で400円以上今してますけども、生産本数は世界で一番多いと思います。だから一番高いものが一番たくさん売れてるっていうのは、やっぱそれはスノーピークらしいことだと思うんですよ。確かにそうですね、はい、だからまあ僕らがそのねソリッドステークスって時、当然その業界の常識をはるかに超えてるんで、確かにそうです、ペグ400円お前バカじゃないのみたいな話になりますけど、でも信念があるじゃないですか、キャンパーとしての。まあそれがスノーピークの立ち位置です。はいはい、はい、やっぱりどうしてもちょっとびっくり価格が先に頭に入ってきちゃうんですけど、なんか使ってみると、あ、やっぱそうなんだなっていう納得は絶対しますよね。そうですね、だからまあそういったものをそのマーケットもそうだし、ユーザーさんの間で、あれはちゃんと機能するものだって認めていただくまでは随分時間かかるわけですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。ちなみに焚き火台あるじゃないですか。もうロングセラーの。僕父親がキャンプ大好きでよく連れてってもらってたんですけど、焚き火をしてる父親の姿を見たことがなくて、その時って焚き火ってなかった気がしたんですけど。ああ、なるほど。まあ80年代の後半から団塊の世代のお父さんお母さんと団塊ジュニアの皆さんのファミリーが大量にキャンプに行ったんですね。で当時多分1500万人ぐらいキャンパーがいたって言われてるんですけど、で当時は焚き火を地面でやってたんで、地面が丸焦げになり、で日本中で焚き火が禁止になりました。あ、禁止になった。禁止になりました。だから見てなかったのかもしれないですね。はいはいはい。そのさなか、まあキャンパーとして焚き火ができないキャンプってキャンプじゃないっていうのはあったんで、じゃあ日本のキャンプシーンに焚き火を復活させようってことで、あれを開発したんですよね。ああ、なるほど。だからキャンプ場さんにもこれを使えば焚き火やってもいいですよねっていうふうにして、まあそれ見事にちゃんと根付いたと思うんですけど、最初のなんていうんですか、反応はどうだったんですか。キャンパーの方は、僕らもそうですけども、焚き火を復活させるソリューションとしては OK だけど、まあキャンプ場さんは最初ね半信半疑ですよね。あ、そうですよね。本当にこれ使えば大丈夫だろうみたいなね。じゃあそれをなんかこう信頼を得るというか実証するまでも時間が少しかかった。そうですね。まあ数年はかかったと思います。ああ、なるほど。それなんかこう常識をぶっ壊そうみたいな意識は常にあるんですか。あ、そうですね。ああ、なるほど。まあ他のメーカーが出せないなんかまあちょっと馬鹿げた商品、馬鹿げたっていうかまあ突き抜けたりプッと笑えるような商品も含めて、これはもうスノーピークしか作んないよねみたいな商品をまあ作りたいですね。ああ、もうそれは山井さんがスノーピークを始めた当初からずっとその精神でやられてる。そうですね。じゃあこのリゲルプロもその最初からの。そうですね。結果的にはちょっと馬鹿げてるかもしれませんが、まあですけどちゃんとメーカーとしては真面目にものづくりをちゃんとして、雪中のキャンプも含め冬のキャンプのソリューションとして絶対的に安全で最高の品質のものを作る。これがベースになるかもしれない。そうですね。納得しました。ここで焚き火台が生まれたきっかけでもある環境への考え方についても聞いてみました。焚き火台でこう芝を守るとか、こうあるべきだみたいな、そういう環境に対してのポリシーみたいなのがあったりするんですか。永久保守がついてるものって半永久的に使えるわけですよ。自然の中で遊ぶっていう野遊びの商品群なんで、長く使えて直して使えて、ああ、なるほど。まあゴミになるようなものは作らないっていうのがいいと思ってますよ。あ、それでこう最近リユースサービスも始められたと思うんですけど、まあそういった思いがあって始められた。そうですね。ですね。はいはい。スノーピークは今年アパレルを含む全ての商品でリユースサービスを開始したそうです。でリユースの話で言うと、まあ例えばですけどランドロック、ざっくりじゃあ25万だとして、3年使って2年使ってでもきれいに使っていただいた商品を 40% で引き取るとしますよね。10万円で引き取ります。すごいですね、それは。でそうすると実際の価値は15万円ですよね。ランドロックが15万円で買えたら安いですよね。安いですね。でもそれは我々がちゃんと永久保証をついてるってことなんで、これ2、3年経つとうちのカタログに実質価格15万って掲載するかもしれない。なるほど。混乱しそうですけどね。でもそういう時代に、今なってきているし、いいものを長く使って直して使って
でリセールにも出して、また次の人も使えるみたいなことが僕は正しいと思うんですよ。だからやっとなんかそれの価値というのが、SDGs とかいろんなことが言われる中で、基本的には僕らがやってきたことは正しいってことがだんだん証明されつつあると思います。ちなみにこのミュージアムに置いてあるほとんどの製品はスノーピークで保管していたものではなく、実際に当時のユーザーさんが使っていたものを寄贈してもらったみたいですね。今まで大事に使っていた人もすごいですが、それがまだ使える状態っていうのもすごいですよね。そんな、スノーピークファンの方たちが集まるイベント、スノーピークウェイについても聞いてみました。スノーピークの今の会社の形態を作ったのが初回のスノーピークウェイだったと思います。ああ、そうなんですね。はいはい。1回目のブームが去って、マーケットのパイがすごい縮小して、でうちの営業とかが、相当能天気な連中が集まってるんですけど、営業に行くと「スノーピーク、キャンプだろう、もうキャンプは終わったから来なくていいよ」みたいな話になって、で実際にその日本からキャンプイベントなくなっちゃったんですよ。そこまで撤退するんですね。そうなんです。こういうの激しいの。6機ぐらい売り落ちたんですよ。でうちのその営業の子たちもちょっと落ち込んじゃって「お前が落ち込むの?」みたいなね。で当時の大阪営業所の所長が「だったらキャンプイベントやろうか」と。じゃあお前言い出しっぺだからやれよという話で、ちゃんとなんかユーザーさんとスノーピークとか一緒にキャンプするっていう軸はぶれないように、あとは10年間は絶対にやめんだということを条件に始めたんです。1998年の10月23日、本栖湖のキャンプ場で1回目やったんですね。なんと30組ぐらいしか来なくて、そうなんですよ。で2つのことを全員から言われました。で1個はスノーピークの製品高いよってことです。あとは満足に売ってないよと、商品が。だから買えないよって言われたんですよ。だから全員なんです。でもスノーピークも買ってきてますよね。そうですよね。まあまあヘビーなユーザーさんたち。まあでもショックを受けて、それは売り上げが落ちるなと。まあでもよく考えると、要はそのスノーピークの品質的なものについては満足されてるわけですよね。そうですよね。だからまあ例えばスペックを落として価格を安くするのはなしじゃないですか。そうするともうスノーピークのマージン削るか、流通のマージン削るか、どっちもやるかしかないですよね。でなんだかんだで1000店舗あったんですね、販売店が。そうなんですね。でもそれ1年かけて販売網をちゃんと再構築して。1年で。でそれを簡単に言うと1証券1店舗だけにして、で全てのスノーピークの製品を置いてもらいました。テントはまあ10万円の定価で2割引きで8万ぐらいで売られてたんですけど、当時。それを定価を59,800円にして定価販売にしました。すごい。それはその当時の30組の参加者は嬉しかったでしょうね。でまあキャンプマーケットはまだまだそこから10年ぐらい下ってたんですけども、下ってる10年でスノーピークの売り上げ2倍になりました。すごい。まあマーケットシェア4倍になった。4倍。第一次キャンプブームの話がありましたが、今のキャンプ界隈の状況について山井さんがどう思っているのかも聞いてみました。コロナが終わって結構巷ではこうキャンプブーム終わった、終焉だってよく言われてまして、それに対してこう山井さん的にはどう感じられているのか。その地球上のすべての国がデジタルが日に日に入り込み、で文明もより高度になって、でその中でやっぱりストレスもちょっとね引っかぶってしまう。こうしたたかに人間が生きていくためには、ある意味ちゃんと自分自身を癒しながら人生を送っていくっていう方が正しいと思っているので、そういう部分では地球上のすべての国々でキャンプのニーズが日に日に高まっていると。だからまあブームとかそういったことではないと思いますね。なるほど。ただコロナでステイアットホームって言われるとゴーアウトドアみたいな気持ちになってしまうので、そういう部分では逆にその追い風が3年間めちゃめちゃ吹いているので、今は多分巡航速度に戻るプロセスだと思います。落ちるというかは元に戻ったっていう感じですよね。ブームが終わってからもう終わったっていう、そうですよね。それはそうじゃないけど、そうか。じゃあ山井さん的にはまた来たなっていう。そうですね。みんなが騒いでるだけなのかもしれないですね。
ということで今後のスノーピークについても聞いてみました。ちなみに今後スノーピークはどうなっていくんですか？まあ僕らミッションステートメントザ・スノーピークを掲げていて、はい、まあ自然志向の人生価値、ライフバリューを追求している会社なんで、まあ人間が自然とともにこう生きていくっていう中で、まあその人生の価値が高まるような商品サービスビジネスを展開していきたいと。はいはいはい。今結構フィールドも増えてると思うんですけど、そうですね。それもその一環なんです。そうですね。まあ 47CF プロジェクトっていうのをやっていて、はいはい。1都道府県に最低1箇所スノーピークの直営のキャンプ場を作りましょうっていう。はい。海外の方はどうなんですか？キャンプ場でいうと今アメリカと中国に、キャンプ場を仕掛けているんで、はいはいはい。アメリカの方はワシントン州ロングビーチっていういいとこですね。ところにスノーピークのスタイルのキャンプ場を今建設中で、あ、そうなんですか。はい。でアメリカ人が多分見たこともないようなおしゃれなキャンプ場になる。ああ、何を重視してるんですかね、アメリカの方では。アメリカって今3万5,000箇所ぐらいキャンプ場があるんです。そんなあるんですか？あるんです。まあ半分ぐらいが森林のキャンプ場。はい。で木を切ってピクニックテーブルっていう、あれとかまどを作る。多分150年前から変わってないんですよ。あ、今もずっとそうなんですか？はい。へえ。で僕ら今そのピクニックテーブルとファイヤーピットと戦ってるんですけど、なるほど。日本でもいろんなものと今まで戦ってきてるんですが、今アメリカで戦ってるのはそれ2つ。キャンパーの数は多いんですけども、キャンプ文化が高いかって言ったら、今多分日本とか韓国が世界で一番高いですね。あ、そうなんですね。キャンプ文化自体は。じゃあ今後もそのアメリカ、まあ中国もだと思うんですけど、どんどんこう広げていく感じですか？そうですね。まずはフィールドを作って。そうですね。なるほど。最後消費者の皆さんに言いたいこととか。そうですね。これからもなんかスノーピークやっぱりキャンプの力とデザインの力を信じているので、まあその2つの力を使ってなんかキャンパーの皆さん、あとは日本の国民の皆さんというか、生活者レベルでなんかこうワクワクするような製品サービスを作りたいと思います。ありがとうございます。はい。というわけでキャンパークチャンネル初登場の山井さんにたくさん語っていただきました。もうでもお忙しい方なのでお時間です。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。